ハロー皆さん。今回はドイツで暮らす我が家の何気ない日の夜ご飯を紹介します。じゃあ1日目から。私たちの場合、夜ご飯は食べない日もあったりするので、今回はランダムで7日分の夕食です。さすがに1日目の食事はどこの地域でもよくある食事風景なんじゃないかなと思います。これは結構伝統的なドイツの夜ご飯。ドイツ語ではアーブドとも呼ばれてる。アーベットブロートだから夜のパンでしょ。必ずパン食べないといけない。必ずアーブドってパン食べるわけじゃないけど、ドイツ人は主に夜パン食べてるから、夜ご飯の名前はアーブド、夜のパンになっちゃったかな。アーベットエッセンとは違うの？そうだね。アーブデスも使えるけど、多分地方による違うし、ちょっとニュアンスが違うかな。ランチの動画で肉を切るマシンも購入できると話していたのですが、パンを切るマシーン、ブロートシュナイデマシーネもあります。マークの両親はいつもパン屋でカットされていないブロートを購入するのでマシンを使っています。私たちがパン屋で購入するときはパン屋で切ってもらっているのですが、切ると断面が乾燥しやすくなるので、都度簡単に切れて好みの厚さに調整できるこのマシンがあるとかなり便利です。さて、食卓に戻り、マークがよく食べているのはこのサラミ。マークはサラミが大好き。私はこのタイプのサラミはあまり好きではないので、これはマーク用です。パンは半分に切っていただきます。次は私のターン。ちなみにこの板はドイツ語でブレッドヘン、つまりカッティングボードですが、ドイツではよく使われてますよね。プラスチックだったり木製だったり様々なものがありますが、私たちはベイフォーベイのブレッドヘンを使っています。マークの家族がサッカーチームボルシア・ドートムントのファンで、マーク自身も子供の頃からクラブメンバーに登録しているほど。本当はブラックペッパーも欲しかったのですが、ランチで使い果たしてしまったので、今回はこのまま。サラミとは逆で、サーモンは基本私しか食べないので、私専用です。美味しいでしょ。ルークはヤンヤン。続いてマークさんはトマトと玉ねぎのみじん切りを乗せたパン。私たちがドイツに引っ越す前、2人では何度かドイツへ行っていて、トータル半年くらいリモートワークも含めマークの実家のゲストルームで生活をしていたのですが、そのせいかすっかり我が家の食卓に出てくるものはマークの実家の影響を強く受けたものばかりです。他のドイツ在住の日独夫婦の方たちとの共通点もあれば、全く異なる点もあると思うので、ドイツの文化に興味のある方は他のチャンネルと比較してみても面白いかもしれません。マークの次のパンはテーブオスト。これは塗って食べるタイプのソーセージです。そしてよく食べるマークさんはもう一枚にチーズ、マスタード、ピクルスを乗せたパン。なんかちょっと変だよと私はよく言っているのですが、マークパパも時々食べている組み合わせ。美味しいの？じゃあいる？じゃあもう悪くないの？バーガーの肉が入ってないバージョンって感じ。そしてこの日最後はこのチーズ。ろうのようなもので包まれていて面白いですが、中のチーズも結構美味しいんですよね。ということで1日目は伝統的なアーベントブロート。本日の材料はこちら。すべてドイツのスーパーレーベで購入したもの。このバケツの中には千切りにされたじゃがいもが入っています。お好み焼きのような感じで鉄板で焼いて食べます。料理の名前はライベクーヘン。
私たちはいつもフライパンを使っています。中身はこんな感じ。スプーンですくって焼いていきます。これもマークの実家から影響を受けて食べるようになった食べ物です。マークパパは平日でも普通に食べていましたが、私たちはなんとなく土日に食べることが多いですね。そして見ての通り、油もかなりの量を使います。私たちは毎回一度の食事でこのバケツの中身をすべて食べきってしまうのですが、今回使ったオリーブオイルの量は 500ml の瓶の3分の1くらいだったので、170ml くらいの油も摂取したことになります。あまり健康的なものではないですね。皿の上にキッチンペーパーをスタンバイ。第1弾完成。この作業を 5,6 回繰り返して完食です。一人は焼く作業をしないといけないので、私は大抵焼きながらキッチンで食べています。第2弾も完成。マークも嬉しそうなこの表情。まだもうすでにその料理の名前、ライブクーヘンとは言ったけど、実はドイツのそれぞれの地域には違う名前も使われてるよ。例えば僕の家族はいつも、カトフルポパと呼んでる。だからもしドイツに来てこれ食べたいと思ってるなら、レストランでも頼めるけど、名前を気をつけないといけない。で、食べ方は実はそれもなんか人により違うけど、私はいつもこのリンゴのムースをかけて食べる。リンゴムースも全部使い切っちゃいます。一見じゃがいもにリンゴムースと不思議な見た目のようにも感じますが、味はなかなか美味しいですよ。スライサーを使えば自宅でも作ることが可能です。ということで2日目の献立はReibekuchen mit Apfelmus。この日はまずオーブンを始動。チェダーチーズを使って美味しいトーストを作ります。レムラーデはトマトのトーストにだけ使用します。パンはこのディンケルサンドウィッチ。今回のトーストにはパイナップルが登場しますよ。トマトは普段通りですが、パイナップルを使ったトーストは実は私も初めて。パイナップルのトーストハワイは昔西ドイツの某テレビ番組で放送されたことをきっかけに浸透していったものなんだそうです。ここノードラインベストファーレン州出身の方や周辺の地域の方は知っているかもしれません。多いのか。私が子供の頃、たまに朝食で目玉焼きにマヨネーズをかけたトーストを食べていたのですが、母親のマヨネーズのかけ方が気に食わなくてよく喧嘩していました。今となってはまさにデジャブかのように同じ状況がこの家庭でも頻発するので、母親の気持ちがよくわかります。このトーストにはマークのこだわりで必ず3枚のチーズを乗せます。3枚でないと怒られるのでそうしていますが、正直1枚でも十分なのでお好みで。ちなみに私たちは通常パイナップル入りのピザなどパイナップルをご飯として食べることはあまりないので、今回はあくまで紹介するためにこのメニューを作っています。Wow. 砂糖漬けしたチェリーを乗せる人もいるそうですが、私はなしにしました。
マークがパイナップル苦手で、これをするなら全てのパイナップルを一人で食べないといけなくなるので、我が家の定番メニューにはなりませんが、味は思ったより美味しかったので、ぜひ興味のある方は試してみてください。ということで、3日目の献立はトーストハワイ。週末には月 1,2 回作り置きの冷凍スープを作ります。ヨーロッパを旅している時に、ドイツではよくスープも食べるんでしょと何度か聞かれたことがあるのですが、よく考えると他のヨーロピアンのイメージしている通り、ドイツ人は意外とスープを食べている方なのかなと思ったりもしました。本当は皮が剥かれたグリーンピースを使いたいのですが、皮付きしか見つけられなかったので、皮付きのまま水を入れて丸1日蓋をして放置します。グリーンピースの他にもこのセット販売の野菜を使います。すべてダイス状にカット。私たちの場合、昼にしっかり料理する代わりに夜はほとんど料理をしないので、温めて簡単に食べられるものの選択肢がいろいろあると嬉しいですね。ではカットされたベーコンをまず焼いていきます。スープの他にもブリトーなども冷凍で作り置きしたりするのですが、最近はちょっと飽きてしまってお休み中です。そして作り置き系の食べ物は基本的に2人で作るので、作業もスムーズで助かっています。スープは他にもブロッコリーやかぼちゃなどいろいろな種類のものを作るのですが、今回のエアブゼンズッペは伝統的なスープなんだそうですよ。私もスーパーで見たことのあるスープ。ここに1リットルの水、ティースプーン4杯の野菜のブイヨン、ティースプーン1杯のマジョラム、ローリエも適当に。あとは適当に混ぜてから蓋をして弱火と中火で30分煮込みます。その後じゃがいもを追加。ここからまた蓋をして30分煮込んだらひとまず完成。あとはタッパーに入れて冷凍庫行き。固まっていて取り出しづらいので、少しだけ電子レンジで解凍してから鍋で温めます。解凍したスープにはこちらのビーナーを入れます。フランクフルターを使うことも多いですが、マークになんで今回はビーナーと聞くと、なんとなくと言っていたので、特に理由はないそう。ちなみにこういったソーセージはボックブォーストと呼ばれています。ドイツはソーセージの種類が多くていろいろ試してみたいのですが、マークがドイツ人だってスーパーにあるソーセージ全種類なんて食べないよというので、なかなか私のソーセージ開拓が進みません。でも瓶とか缶のソーセージがあるのは多少日持ちがするので便利でいいなぁと思いますよね。大抵はホットドッグやスープを作る用途で購入することが多いですが、そしてマークさんが始めたのはソーセージをハサミで直近。野菜だけの状態でも美味しいとは思いますが、ソーセージが入ることによってお子様の私の舌でも飽きずに食べることができます。ソーセージが温まったら完了。比較的ヘルシーで夜に冷たい食べ物を食べたくない私にとっては最適な食事です。ということで4日目の献立はエアプセンズッペ。僕たちはよくパンが食べたいけど、パン屋さんに行くのはちょっとめんどくさいから、普段スーパーで保存できるパンを買ってる。これは常温保存できるパン、オーブン用。これもオーブン用で冷蔵保存。
今日食べるのはこの冷凍のパン、ブレッツェルと、このラーメンのミックス。日本に住んでいた頃は旅行の時にしかブレッツェルを食べていなかったんですが、なんかちょっと硬いなと思っていて、この冷凍のブレッツェルに関しては焼きたてで食べられるのでとっても美味しくて気に入っています。僕も美味しいと思う。箱の中はこんな感じです。エデカのミニラウゲンには3種類のパンが入っています。レーベのミニラウゲンミックスには2種類のパンが入っています。エデカでもしかしたらラウゲンブレッツェルンが売られているかもしれないのですが、一度も見たことがないので買うときはいつもこれを買っています。付属の塩もお好みでかけていきます。だからミニには3種類入っているのかもしれないですね。オーブンで10分。美味しいパンの出来上がり。焼きたてのものってのは大抵何でも美味しいですよね。ドイツ旅行で Airbnb を利用される方にもぜひトライしてみてもらいたいです。ちなみに私はそのまま食べたり、塩を少し取ってからミルカのフィラデルフィアにディップしながら食べたりするのも好きです。ということで5日目の献立は Brezeln und Laugenmix。この日も超簡単な夜ご飯。この器具を使ってオーブンで焼くだけの油を使わないポテトスティックを作ります。ドイツでも肉じゃがを作ったり、ドイツ料理ではよくじゃがいもを使いますが、微妙にじゃがいもが残った時にもちょうどいい夜ご飯です。今回はミドルサイズのカートリッジを使います。この部分に刃がついた器具をセット。で、その後は赤い器具を穴に引っ掛けてロックしてセット完了。あとはじゃがいもをセットして押し出すだけ。この器具は夜は温かいものしか食べたくないとぼやいている私のためにマークがドイツの Amazon で見つけてくれました。日本でも多分こういうの売ってますよね。じゃがいも以外にも人参やきゅうりなどマークのおやつ用野菜スティックにも使用しています。待っている間に今回も飲み物を紹介。今回も何か飲みたかったので、クロンバハーのノンアルコールのレモン風味のビールを購入しました。ビットブーガーも以前紹介したんですけど、泊まり店頭になかったりするので、そういった時はこちらを購入してます。マークにとっては甘すぎるようでビットブーガーはシェアしていますが、これは私用の飲み物。この日はマークはお腹が空いていないとのことで、マーク特製のピーナッツバターバーを食べていました。そしてこの日はポメズのパウダーを使うことにしました。しょっぱいから少しだけ。パウダーをかけたら、あとはクッキングシートごと丸めてシャカシャカ振るだけ。完全に酒飲みなものばかり用意していますが、油なし、アルコールなしの夜ご飯。ということで6日目の献立は Potato Sticks。本日もオーブン始動。このオーブンケーゼを食べます。ピッツァの方だけ。マークの実家で生活していた頃にマークママが美味しいからお食べっておすすめしてくれたものです。ママちゃんが勧めてくれるものやレストランで頼むものは基本的にどれも美味しいので、みんなでご飯を食べるときはだいたいマークママと同じものにすることにしています。
一度オーブンから出してチーズカット。またオーブンで8分。超手軽なフォンデュのような感じで、シンプルだけど割とボリューミーで満足できる夜ご飯です。健康面を考えるなら、人参やブロッコリーをディップしても良さそうですね。ということで、7日目の献立はオーブンケース。おまけで私たちが小腹が空いている時によく食べるものを紹介。こっちはグーラッシュズッペ。味が濃くて少しお肉も入っているので、それほど空腹でない時はこれ1本で十分。そしてこっちは我が家では超定番のスモークサラミ。プレッツェルの形をしたサラミもあります。これらのスモークサラミは常に冷蔵庫にあるほどよく食べていて、旅行の時にも車の中にたくさん積んでいます。こんな感じで私たちの家では夜はほとんど料理をしていないので、あまり参考にはなりませんが、旅行でドイツに来られる方やドイツ在住で新たな食べ物を探している方の参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チュース。